こんにちは、八雲太郎です。今回は皆さんに謝らなきゃいけないなと思ってることがいくつかありまして、最近の動画で世界アート大恐慌とかそういった話をしてたんですけど、その中でオークションの話もいっぱい出てきたんですけど、世界二大巨頭と呼ばれるクリスティーズ・サザビーズというオークション会社があるんですけど、そのサザビーズ、この前ニューヨークで行われたオークションで、バナナの時のオークション、壁にただ貼っただけのバナナ、それが何億で落札されて中国の方が買ってみたいな話をここでもやって、オークションっていうのは面白いんでぜひ見てくださいねなんて言って、ここでも概要欄にリンク貼ったりとかしておすすめをしてたんですよ。しかも僕もそれをライブで見てた。その前の日も見てた。そしたらなんとバナナの時のオークションでとんでもない衝撃な事実が隠されていたってことを僕自身も全く気づかないで、衝撃の映像、映像はちょっと難しいんで衝撃の画像がありますんで、もうそれ先に見せちゃいます。それがこちらです。ドン！わかります？気づきましたか？世界中のオークションっていうのはグローバルでやってますんで、日本でもそうですけど、開催国の通貨とそれに付随する主要国の為替のレートが何カ国も出るんですけれども、よく見てください。日本円なくなっとるやないかい！日本円が消え去られてビットコインになっとるやないかい。ちょっと。これ、ちょっとやばくないですか？これ、不思議なことに、前の日、モネの作品が101億円とかで落札されてた時のオークションでは、ビットコインはなかった。ちゃんと JPY と日本円の表記があったんですけど、なぜかこのオークションの時に、急に日本円がなくなってビットコインになってるっていう、これ何なんですか一体。これに気づけなかったっていう自分の、そもそも、オークション見てる時って結構英語耳になってる。しかもこのサザビーズのオークションって画面もすごい切り替わるし、オークショニアのアップになって引いてこの電話の担当のパンで流してみたいな、上からみたいな、それで作品のアップ画像だけになったり、その横にこの画像が出るんですけど、常に出てるわけじゃない。ちゃんと見てなかったのかもしれないけど、いや、これどう思いますか？なんでそうなったんだっていう。サザビーズ！バナナがいくらで落札されたとか、どの国の人が落札したとか、これはアートなのかとか、そういう話ではなく、我々日本人にとっては、なんで日本円が消えたんだっていうことの方が重大な問題ではないかという。これどうなんでしょう？サザビーズで例えば、次のオークションだけどビットコインを入れてみない？みたいな話。それかビットコインで支払いをする人がいるからビットコインを表示させなきゃいけない。そういう要望が来てる。じゃあ会議で表示できる通貨の数は決まってるから、どれか外さなきゃいけないよね。みたいな話になって。日本人はこの金額買わないだろうし、日本円外しますかみたいな話になってたとしたら、例えばね。そもそも、フォントちっちゃくして詰めればいいんじゃないかみたいな話もあるんだけど、なんかわかんないけどフォーマットになってる。システム上、今回は難しかったのかも、間に合わなかったのかもしれないんだけど、もしかしたら次からはビットコインも入ってる、ジャパニーズ円も入ってるっていう形になるのかもしれないけど、これはね、情けないですよ。これどれぐらいの人が気づいたんだろう。あれ？日本円消えてんですけど、みたいな。気づいた人がどれぐらいいるのかな。その印象ってどういう印象なんだろう。日本終わったの？もう日本はなくなっちゃったの？みたいな。これは日本にとっては事件ですよ。これライブで見ながらも気づいてなかったっていうことに、それをすぐに見てる方々に提供できなくて、こういう情報を提供したりとかアートの話をする上では、まず一つそれ申し訳ないなっていうのがあるんですけど、サザビーズもアートニュースジャパンの記事読んでたら、100人ぐらいリストラするみたいな感じで書いてあって、本当に心配になるっていうか、だって表記ってその時の為替と連動してるから目安になるわけですよね。で、手数料もそれで計算しやすいし、米ドルだったら慣れてるから1ミリオンって言われたら157円だなっていう感じで1億5700万だなとか、そういう風になるけども、香港ドルのオークションだったらどうやって計算するんだっけなみたいな、 3×2.5× ぐらいだっけなとか、国によってこの数字の単位がゼロの数が変わってくるじゃないですか。だからそういう時に香港のオークションで日本円がなくなったらスマホでいくらでもチェックはできるけど、入札しますって時にオークションって、サザビーズはそんなに日本のオークションみたいに進行スピードは速くないけど、オークションってやっぱ流れがあるんで、こっちも競ってる僕も競ってるとかだと予算があって手数料考えてっていう時に、大きな目安になるわけですよ。大体こんなもんだっけなっていうのがずれてたりしたら大変でしょ。どういう経緯でこうなったのかっていうのが気になるところではあるんですけど、このままでいいんですか日本のアート。笑っちゃいけないけど、笑えるというか、それであと一つ謝りたいなというか、そういう気持ちなのは、ここ1ヶ月ぐらいアートの不況の話、絵が売れない話、暗い話題というか、現代アートが今なかなかやばいみたいな話ばっかり
結果的になってしまったんだけど、レポートも多かったから。だから本当は、今回の動画は、明るい話題というか、僕も含めてなんか希望が持てるとか、気分が和らぐというか、ここは希望が持てるみたいな話を、本当しようと思ってたんだけど、これをね、ちゃったんで、また暗い話題ではないけど、本当に申し訳ないという。次回は明るい楽しい話題をお届けしたいと思ってますけど、あんま見かけないんだよなっていうのは正直あるんだけど。しかしこれ、サザビーズをね、責めることってできないと思うんですよ。こちら側の問題というか、アートに対する弱さ、こういう風な形で出てきたのかなと。このまま日本の現代アートは本当にガラパゴスになっちゃうよ。本当のガラパゴスになっちゃうと、それはまた違うじゃないですか。僕もこの前ガラパゴスでって言ってたけど、ガラパゴスの進化系がカルチャーとして世界へ飛び火するっていうことはいいんだけど、本当のただのニッチなガラパゴスになってしまってると、世界からは誰も相手にしてくれないというか、例えばバナナ何億で買うとか、モネ101億円で買うとか、そういう世界のスケールのデカさが明確に垣間見れたりとか、体験できたりとか、この世界観とかそういうものが面白いと思いませんか？このまま日本が世界から取り残されていって、もともと確かにアート後進国ではあるけれども、世界から見た日本が相手にされなくなってきちゃうってことだって考えてしまう。例えば来年のアートフェア東京、今は外資系でアート団体ありますけど、バーゼルとかの絡みなんで海外のギャラリーが並びますが、アートフェア東京来年3月やるとこの出展ギャラリーまだ出てないけども、去年出た海外のギャラリーがまた出てくるのか、新しい海外のギャラリーが増えるのか、そこは日本が海外から見てマーケットとしていい場所なのかどうかっていうのは、そういうところで判断がある程度できたりするじゃないですか。確かにアートフェア東京っていうのは骨董も売ってて、バザーみたいな雰囲気で日本人の小さいアートが飾ってて、それこそガラパゴス的なアートフェアとしてはそれは面白いし、僕も骨董とか好きだし、埴輪とか置いてあるのはあれはあれで日本の特徴としては面白いんだけども、このままでいいんですかっていうね、僕のチャンネル見ていただいてる方ってみんな思ってると思うんだよな。前もあったでしょ？美術館お金ない。クラファンでお金集めます。1日2日で何億も集まった。すごいじゃないんだと。お金がないっていうことがやばいにならないといけないわけでしょ。韓国は日本の3倍の文化カルチャーに対する国が支援金を出している。人口半分6000万の人口に対して日本の3倍以上の援助をしてる。もちろんこれに対してはすごい多くの方々がそれを変えようと努力している方々がいっぱいいらっしゃるんですけど、それでもなかなか難しいし、税金これもだいぶ重い荷物を背負わされている。アートフェアが飽きている。新しいものを求めているのに、同じギャラリーばっかあって同じアート作品ばっかりかかってる。飽きてる人もいるみたいな話をしたけども、これを見て思ったのは、今変わらなきゃいけないのは、世界のアートフェアとかっていうそういうことじゃなくて、僕らの今この日本のアート界を変えていかなきゃいけないし、変わらなきゃいけないんだなっていう、もし本当に日本円が消された理由が、日本人のお客さん、書面とか電話とかそういうのが一人もいないから、もういらないよね、みたいな感じになってたとしたら、僕らの意識もそうだけど、そういうものを変えていかないと、どんどん世界から離されていっちゃう。たまたまだよみたいなことかもしれない。次から普通に戻るのかもしれないんだけど、なんとも情けない。もう衝撃な事実を今回はお伝えしたわけなんですけど、やっぱ悔しいじゃないですか。せめて僕のこのチャンネルを見ていただいている方は、もう世界に目を向けて、世界でお互いに戦っていけるようなアートラバーというか、一アーティストだったり、コレクターさんもいらっしゃるんで、改めてこの日本の現状について考えて、僕らの力で何ができるかわからないけども、何か僕らの世代、今の時代に強い日本のアートみたいなものを世界にぶつけていきたいみたいな、僕はそういう気持ちがあるんで、皆さん一緒に頑張りましょう。次回は頑張って明るい話題にしようと思いますんで、チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回、さようなら。